皆さんこんにちは。リジェクトロード G の時々でございます。本日第5期トパンガチャンピオンシップの本戦リーグブロック C 第1日程が終わりましたので、そちらの方の振り返りと、感想を述べていきたいと思います。まず、私は第1試合対、シュート。シュートはね、最近すごい豪気を使ってるんだけど、やっぱ去年、マリーザ使ってものすごく、ストリートファイターリーグの成績すごい良くて、僕も、そのリーグ中に、言わされていたので、マリーザも結構怖かったです。なので、豪気の練習もほどほどに、一応、柳井くんの、マリーザとちょっと練習してもらいました。ありがとうございました。とは言っても、豪気でおそらく来るんだろうなというのが、僕の読みだったんですが、僕は、剣で、今回もう本当に剣一本で行く、つもりですので、剣豪気の組み合わせ、かなりいろんな人にやってもらいました。かける君が一番やってもらったかな。ありがとうございます。で、剣豪気の組み合わせ、これはね、後ほどにもあるんですけど、波動拳は、豪気の方が優秀なんだけど、剣の方が通常技のリーチが長くて、あとはキャンセルの、陣来脚が、豪気側はちょっと対処が難しいということもあって、それで、うまくね、ドライブゲージ削ったりとか、うまく押していきたいという組み合わせで。シュート戦は、うまくいったんじゃないかなと思います。ただね、一番最初に画面端に運んだ時に、シュートが OD 勝利を打ってきて、これ反撃、ちょっと、どうしようかな。じゃあインパクトでいこうって出したインパクトが、全然間に合っておらず。やっぱりね、トパちゃんの緊張感がありましたね。であとは、画面端にこっちがいるときにシュートが結構インパクトを打ってきて、それも、あまり返せずと。やっぱ意識してるときに僕はまだ意識してないと逆に言うとね、返せないんで、そこら辺でうまく打たれてしまったなというのが、感想かな。なんとか試合の方は、最終ラウンドね、すごい危なかったんだけど、ぶっ放しも含めて、なんとか 3-2 で勝利することができました。で、まずは1勝することができて、続いて、今ね、台風の目として、ものすごいね、リーグをかき回している小林。残儀が今すごい強化されたんですけど、強化が入る前から、残儀をずっと使ってて、それでも、弱かった頃の残儀でも結構いい成績を、大会とかでも上位まで上がってくるし、それがね、今回の残儀を手にして、まさに鬼に金棒というか、非常に本人も自信持ってると思うし、モチベ高くやってると思います。僕はですね、この組み合わせは、残儀さんとかジュニア君とかに結構やってもらって、納得のいく内容には、なってたと思うんですけど、一個ね、起点となる、すごい、流れを変えてしまった瞬間があって、3試合目、こっちが大幅リードして、で、これ取れば、2-1 になるよっていうタイミングだったんですけど、そこで、端にいる相手に攻め急いで、ジャストパリから裏投げを食らって、で、そっから、向こうが、ラッシュから置き攻めをしてくるっていう時に、これ相手の体力も少ないし、向こうはインパクトも耐えれないから、インパクトを出そうと思ったんですよ。で、駒投げでもまだ倒されないから、とりあえずインパクトが丸い選択肢なのかなと思って打ったインパクトを、小林は垂直をしていたっていう。で、後から考えれば、ドライブリバーサルを向こうは読んでた可能性があって、ドライブリバーサル読みのラッシュからの垂直ジャンプだったのかなと。そうだった場合、こっちの読みとは違う。向こうとしてはだからラッキー。こっちのインパクト読まずに起き上がりドラリバを、読んでた選択肢がこっちのインパクトにも勝つっていう。向こう的にはちょっとお得な勝たせ方をしちゃったなというのは、悔やまれるところでございます。で、最後の3試合目も、落としてしまい、最後も膝からの SS3。ちょっと怖がってもうボタン押せなくなってたね、こっち。で、それも食らってしまい、1-3で、小林に敗退。ここで、1勝1敗となってしまいました。で、さらに、最終戦、時戸対佐古
の組み合わせでございます。これね、サコさんは、豪気とチュンリーを使うってことで、模型とも少々、2日前、3日前ぐらいにやってもらったのかな。ただサコさんはおそらくは豪気だろうということで、豪気の方に比重を高めて、剣豪気練習してたんですけど、いいようにやられてしまったね。こっちが、攻めに行った時に、やっぱ結構、投げから入ったっていうのを、結構ね、投げ抜けでしのがれてしまったっていう。それが傾向として、分かってから一回、でっかい打撃で取れたりもしたんだけど、ちょっとそこのテンポロスしてしまったっていうのが、一個大きい。っていうのと、取り返そうとした時に、前に出たところに、サコさんの、うまい置き技が引っかかっちゃったね。あとね、やっぱ、おごろとかのね、使い方が、うまかったな。一応、おぼろ対策も、頭の中では分かってるつもりなんですけど、やっぱね、ちょっと意識の外から打たれると、とっさにパリを打っちゃったりだとか、やっちゃったところがあるね。あとは、画面端の攻防で、こっちドライブゲージが、なくて、で、向こうもインパクトを耐えれない体力だったから、インパクトでいくかと思ってインパクト打ったところに、しっかり、SA2 を回してたと。あそこをね、手堅くちょっと待ってから行くっていうには、こっちの心情は落ち着いてらんなかったっすね。サコさんの立ち回りがやっぱ老快で、うまいこと試合を作られてしまったなというのが、今の、素直な感想でございます。で、やられてしまい、1-3で、敗退。C ブロックの初日の結果なんですが、1勝2敗-3というですね、もう早くも、窮地に立たされてしまいました。9人中上位3名に入る必要があるんですが、ちょっとね、その上位3名が今、抜けてしまっているので、ガチくん3勝、小林3勝、ヒカルくんも2勝で0敗ということなので、ここからね、得失点の悪い私は、あと5試合全部、勝たないと厳しいと思っております。本当にね、相手も強い人ばっかりなんですが、このリーグを壊さないように、戦い抜きたいと思っております。で、次の試合は、日曜がグループ B。で、月曜日が我々のグループ C となっております。そちらに向けて、練習を積んでいきたいと思います。そんなところで、ございます。ストリートファイター6になってね、一番最初の突破ちゃんで、ここね、決勝リーグ行けると、今後ね、自分の財産になるっていうか、決勝リーグにいるっていうことは、そんだけね、勝手に自分のやる気も出てくるし、決勝リーグにいる、プレイヤーのみんなと戦えるし、対策もね、ものすごく、できることになるので、なんとかね、そこに身を置きたいと思ってます。今後のストリートファイター6のシーンにおいて、まだまだね、存在感出していきたいと思ってますんで、そのためにも、今回、なんとしてもここから、逆転目指したいです。ご視聴ありがとうございました。それでは、次回の動画でお会いしましょう。また。